ビッグラブリオです。このチャンネルはサイケデリックスをストレス社会で戦う現代人に向けて合法的に発信していくというチャンネルです。日本ではまだまだ大麻、LSD、アヤワスカなんてのは麻薬として認知されてしまうことがとっても多いですけど、世界的なスタンダードとして大麻やマジックマッシュルームなどはうつ病の人や精神疾患の人を癒す治療薬、メディスンとして広まってきているっていう事実を日本に伝えていくっていうコンセプトでやっているチャンネルです。はい、ということで今回はですね、幻覚サボテンを食べちゃいたいと思います。以前は動画でサンペドロっていうペルーの合法の幻覚サボテンを食べてレポートしたことがあるんですけども、サンペドロよりももっとメジャーなじゃーん、はい、これ名前分かります？皆さん見てる人ね、サイケデリックオタクの人はきっともうすでにこのサボテンピンときてると思うんですけど、このサボテンペヨーテって言います。和名はウバタマといって、東京スカイツリーで売ってるのを見ました。園芸店でもウバタマって実は売ってます。ネットで探せば簡単に買うことができます。もちろん合法です。このサンペドロっていうのはメキシコのウイチョール族が儀礼で使っているサボテンです。儀礼ってのは精霊とつながったり自身の病を癒したりする儀礼。ネットフリックスに心と意識っていうタイトルでドキュメンタリーが上がってまして、そこにペヨーテ出てきます。がっつり1時間でドキュメンタリー特集されてるので、ぜひ見てみてください。メキシコのウイチョール族先住民たちは西洋からやってきたキリスト教の迫害を受けて、もう自分たちの教えとか文化とかをめちゃくちゃにされて強烈なトラウマを植え付けられてしまう。そんな心を病んだ彼らが先祖代々教え継がれてきたこの魔法の植物で自分を癒していくっていう体験がそれにも綴られております。サイケデリックって冒頭から出てきてますけど、サイケデリックってのは LSD とかマジックマッシュルームとかこういうペヨーテのことをサイケデリックスって言うんですけど、サイケデリックスの意味はサイケが潜在意識や無意識、デリックが現れるっていう意味で、自分が普段知覚できない心の深いトラウマ、痛み止め的に不安を消す西洋的な治療の仕方ではなくて、痛みの大元を消す自分のトラウマだったり心の抑圧そのものに気づいてそれを癒していく、そんな作用があるのがこのサイケデリックスです。普段私たちは潜在意識っていうものを使って生きてるんですけど、この潜在意識っていうのは潜在意識の 5% ぐらい、潜在意識が 95% ぐらいだとしたら潜在意識は 5% ぐらい、非常に狭いところで我々は普段生活していて、なかなか自分が抱えている心のストレスだったり心のトラウマだったり、普通に生きてたら気づけない部分がたくさんあって、その気づけない自分自身の本質に気づかせてくれるのがこういったサイケデリックス。どんどん現代は物質化されていって情報化されていって、で江戸時代の1年分の情報を今や現代人1日で受け取ってるっていうふうに言われてます。これはもうどう考えても脳からしたらオーバーヒートで情報過多なんです。ストレスが溜まって当たり前で心を病んで当たり前の世界に生きてるからこそ、そんな忙しい現代だからこそサイケデリックスが必要だと俺は思ってます。で世界的にもどんどん解禁されてきてるのに、日本だけ真逆行こうとしてる、規制をさらに強めようとしたりする動きもあって、明らかにどんどん取り残されてきちゃってるんですね。なので世界的な真実、これ俺一人が言ってるんじゃなくて、ただただ今の地球で世界規模で起こってることなんです。ということで早速これから実際にトリップをする前に、現代シャーマンとして私がトリップする時に心がけてることを紹介してからトリップしようと思うんですけど、まず今日ね、普段と撮影場所違うんですけど、友達ん家にいます。そこに友達がいて、で何かあったら友達が助けてもくれるように、これ本当にどんなサイケでも初めてやる物質はマジで気をつけてください。いや俺大麻やってるから平気っしょ、別になんかこんな 1DLSD こんな余裕っしょ、2枚ぐらい食っちゃおうとかって一人で食ったら大変なことになります。なんで初めて摂取する物質、特に初心者の方はくれぐれも一人でむやみやたれにやらないように。で俺の経験則、何らかの事故、救急車を呼ぶ騒ぎになってしまったりする事故ってのは 3,4 回目で起きてるんですよ。こういう活動してるんでいろんな人から報告を受けるんですけど、やらかしちゃいましたみたいなのは初めの1回目はみんな気をつけて摂取する。
慣れて、いやもうそろそろ慣れたから余裕っしょ、やっちゃおう、軽いノリでやっちゃおうってタイミングでやっぱり何らかのアクシデント起こることも結構報告されてるので、改めてこのサイケデリックスっていうのは毒にも薬にもなるんですね。安心安全な環境で治療を目的として摂取すれば、その人の心の深いトラウマを癒すこともできるし、軽はずみな気持ちで「あ、いいじゃん、なんかわかんないけどこうなんか楽しいから食っちゃおう」みたいな感じになったら、もうゲロゲロ気持ち悪くなっちゃって、おまま救急車で運ばれて搬送されるなんてことになっちゃったらば、どんどんサイケデリックス解禁の未来が遠のいていってしまうので、改めてサイケデリックスはセットとセッティング、セット精神状態、心にゆとりがある状態で行う。例えばなんかすごい苦しいことがあって辛いみたいな状態でサイケデリックスを摂取すると、サイケデリックスは感覚を倍増させる効果があるので、お酒と違うんです。お酒は心を麻痺させます。辛いことあったらお酒飲みます。ただサイケデリックスはお酒みたいに痛みを忘れさせる作用はなくて、むしろ痛みを増長させて、なんでお前はそんなに苦しんでいるんだ、何がお前を苦しめているんだって、その痛みをめちゃくちゃ見せてくる、痛みと立ち向かわせるような作用があるので、なるべく心が落ち着いた状態、もしくは自分のトラウマを自覚していてこれを癒したいみたいな意図で摂取することをお勧めします。あとはセッティング、環境です。人混み、人がうじゃうじゃいるところで摂取するのは絶対お勧めしません。特に初めてやる人、よくパーティーとかそのフェスとかレイブとサイケデリックカルチャーって、海外では普通なんですよ。よくフェスとか行ったらいろんなものが回ってくるし、だけどそれはかなり上級者向けです。特に感覚が敏感な、俺 HSP っていう属性があって、感覚が繊細な人は人混みでの摂取ってあんま向かないです。せめてマイクロドージングにしておくとか。なので静かな環境で心を落ち着かせて安心できる状態、何かあったら助けてくれる前面がそこにいるっていう感じでやることをお勧めします。それでは早速これから食べていきたいと思います。その前に公式 LINE をやっております。公式 LINE 登録してくれた方限定で、ここでしか見れないスペシャル動画、サイケデリックスで人生を好転させていく方法、サイケデリックスで自分の潜在意識を書き換えて自分が生きていたい現実を引き寄せる方法を紹介する動画をプレゼントしているので、よかったら概要欄で公式 LINE 登録してみてください。はい、それではね、今から実際に食べていきたいと思います。すでにね、粉末になっているものを、ゲットしました。一般的に日本の園芸店とかで売られているペヨーテ、ウバタマは日本の日光だとメスカリンがうまく生成されないみたいで、試しに食べてみたけど吐くだけだったっていうレポートいっぱいいただいてます。だからむやみに真似しない方がいいと思います。多分吐くだけで終わるのがほとんどだと思います。これはちょっと特殊な園芸のプロがずっとこうビニールハウスで育て続けたペヨーテなんで、ちゃんと効くということで、これを今から実際に食べてどういう風に変化していくのか、時間の経過とともにレポートしていきたいと思います。はい、それではね、こういうね感じでオブラートで包みました。前回のサンペドルの時もそうだったんですけど、本当にめちゃくちゃ苦いんで、オブラートに包んでなるべく味を感じないようにして摂取します。じゃあそれではまず2袋に分けたんで1袋目から。やっぱり胃袋が食い物として認識してないからちょっとびっくりします。あとちなみに今日飯抜いてます。植物系の細菌全部そうなんですけど、飯抜いた方がいいです。なぜなら胃の中に未消化のものが入ってると吐き気を催すから。植物って吐き気出やすいんで覚えておいてください。あとアヤワスカだけは話は別です。アヤワスカだけは食事制限を入念にしないといけないので、くれぐれもむやみやたらに摂取しないでください。2袋目いっちゃいます。はい、ストップウォッチ計測し始めました。ここから時間と経過とともに気持ち悪い。やっぱちょっともうすでに胃がなんかびっくりしてるっていうか、やっぱこれ食い物じゃねえぞっていうことを胃が主張して今ってなっちゃいましたけど、はい、時間と経過とともにどんな風に変化していくのかレポートしていきたいと思います。今飲んだもう今直後なんですけど、オブラートが胃の中で破裂したのを感じて、じわーって胃にペヨーテが拡散されていく感じで、もういきなり吐き気が。でこれを受け入れてね、あんま気持ち悪い方ばっかりフォーカスしちゃうとどんどん気持ち悪さも強まっていっちゃうんで、呼吸してち
ちょっと気を紛らわすために匂いでね、このねフランキンセンス、はい、いい匂い嗅いで、こういうの大事ですからね。自分でこうちょっとずつ調整していく。トリップ中は自分が考えていることがそのまま現実化するような体験になってくるんですよ。サイケデリクスが効いてる時に否定的なことばっか考えると、それはどんどん否定的な世界になってきて、トリップも苦しいものになってくる。で今俺すごい吐き気を感じてる、うーってこう胃が不快感だみたいなね、これにフォーカスしすぎるとやっぱりトリップのスタートとしてあんま良くないので、こうやって匂いでちょっと調整して持ってってっていう風にやっております。はい、今12分経過です。はい、これ今までやっぱ感じなかったんですけど、少しずつ感じてきて頭がポワーっとしてきました。サボテンってこう太陽をいっぱい浴びて育つから、やっぱ俺もいっぱい太陽を浴びた方がいいんじゃないかなと思って、この部屋すごくね日光が気持ちいいんでカーテン開けて、はい、太陽の光とチューニング合わせながらね、なんかサボテンのスピリットがね入ってきてるとかね、はい、サボテンを感じてます。引き続きレポートしていきます。はい、今25分ですね。明らかに変わってきてます。光、暖かい光みたいな感じですね。でやっぱ音の聞こえ方ももう変わり始めてます。遠くでね、ここ画面の向こう側まで聞こえるか分かんないけど、遠くでね子供がね運動会の練習して OS 綱引きの練習なのかな。でも今日日曜日だから、これ運動会本番じゃね。運動会本番やってて、そのなんか子供たちがこう切磋琢磨し合ってるエネルギーがすごい気持ちよく入ってきて、俺33歳で一般的に考えたら大人だけど、すごい自分の子供の部分っていうのを大事にしながら大人になって33歳になって、見た目も若いとか言われるんですけど、多分それあると思うんですよね。大人も子供の部分すごく大事だよみたいなことを言いたくなりました。はい、引き続きレポートしていきます。今おしっこしたんだけども、本当おしっこした時に超マインドフルにおしっこができたんですよ。これどういうことかっていうとね、やっぱり俺は生活そのものが癒しになっていると思ってて、本当は作業になって心が今ここにいなくなるとストレスになる。先のことばっかバーってこう考えて心が今ここにない状態だとどうしてもストレスが溜まって体がやっぱ緊張するんですよ。で何してたかっていうと、おしっこしている時ね、こうバーってこう考え事したりとか本読んだりとかスマホ見ながらね、普段おしっこするでしょ。俺もそうだったし、で今こうすごい聞いて心がマインドフルに Be here now な状態でおしっこしたら、こうすごく気持ちよかったんです。そう、まずそれを伝えたい。おしっこめちゃくちゃ気持ちいい。おしっこは本当はめちゃくちゃ気持ちいい。どうやってこう尿道を通っておティンティンの先からこう出るかみたいなのすごい自分で観察しながら、自分のおちんちんとつながりながらおしっこをしたら本当になんか気持ちよくて、おしっこって快楽なんだな改めておしっこ気持ちいいのはみんな知ってると思うんだけど、やっぱ改めてこの自分のおしっこにすごいフォーカスしながらおしっこすると、おしっこするだけで癒されるんだなって、そんなことを思いました。心が今ここにあることの大切さ。やっぱこう洗い物とか洗濯とかも俺一人暮らしだから自分でするんだけど、バタバタしながら早く終わんねえかなってやってるとどんどんストレスになってくる。だけどこう音楽かけてルン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 のバイブスでやってると、やってるだけで癒されるんですよ。だからどれだけ気持ちよくやれるかが人生を豊かにするヒント。今苦しい、これは終わったら楽になるだと多分全然本質的な改善にはなってなくて、どれだけ普段の積み重ねを気持ちいい状態でやれるかっていう試みが豊かな人生を導いてくれるんじゃないかなって思ってます。まんじる飲むといいらしいよ、男は。マジで昨日本に書いてあった。まんじるはその気が整う。真面目な本に書いてあった。でも女の人も精子飲むといいっていう研究あったりするじゃん。そうなの。それなんかそれは多分栄養的な話だけど、陰と陽でね。シャーマン流オリジナル CBN タオ、あなたの日常に水と火のバランスを。気持ちいい。サウナ入ってサウナ水風呂ってやって外気浴してる時みたいな。気持ちいい。気持ちいい。にょん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 にょ
ニョニョニョン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 ニョニョニョンニョニョニョン。何してるかっていうと、振動で胸を癒してました。目閉じてってやるとすごい胸が振動するでしょ。これマッサージなんですよ。胸にいろいろ抱え込むんだと思う。痛みとか悲しみとか苦しみとかってさ、ストレスとかさ、ね、胸をハートチャクラって言うけどね、インドではさ、ハートを癒して。人間ってすごいよね。本当に外のものに頼らなくても、こうやって自分の声とか呼吸とかいろんなことで自分を癒す能力がいっぱい詰まってる、この体には。この体の魔法に気づいてない現代人多すぎっしょ。まあ俺もかつてそうだったんだけどさ、思い出さないと。この体の秘密を思い出す、知らないと。外側のことばっかり知ろうとしてさ、知識 YouTube 本とかテレビみたいな風にさ、外側のことばっか知ろうとしすぎて自分のことをおろそかにしてない？俺は本当にまだまだ自分のことを知らないと思ってて、もっと自分のこと知りたいなって思ってます。自分のことを知ることが多分宇宙を知ることで、世界を知ることで、自分と深くつながるってことは相手と深くつながるっていうことでもあって、矛盾してるように見えるかも聞こえるかもしれないけどさ、本当は全ては一つだから。自分も相手もワンネスなんですよ。日本人はちょっと自己犠牲しすぎてると思う。自分を削って我慢して組織会社のために尽くすみたいなのが美徳とされてるでしょ。自分をまず自己満足させること、自己満足があたかも悪いような言葉に自己満でしょみたいなね、ネガティブなフレーズとして使われるのもやばい刷り込みだよ。自己満足の何がいけないんだよブラザー、自分を満足させよう。だって自分を満足させて、自分が満たされた状態で溢れ出てくるものを相手に差し出せばいいわけ。あなたが空っぽで悩んでて苦しいんだったら無理してまで相手のためってする必要ないでしょ。多分縄文時代ってそういう世界だったんだと思うし、やっぱタイって幸福度高いんですよ。微笑みの国とかタイって言われるでしょ。タイ人は本当に無理をしません。マイペンライって感じだよね。めちゃくちゃホスピタリティ高いです。すごい親切だし、無理のない親切だから気持ちいいんですよ。エネルギーとして世界をさ捉えよう。いいエネルギーを差し出そう。欠乏してて苦しい、無理して差し出すエネルギーって本当にいいエネルギーを相手に送れてるんですかっていう。自分が満たされてて幸せであったかいから、こうしたいからする、また俺がこうしたいからするんだよ、別に見返りを求めてないしみたいなさ。俺はそういう生き方が好きです。だからたっぷり俺は自分で自分を満たして幸せになって、で有り余った部分でみんなに返したい。こういう活動も伝えたいっていう気持ちはあるけど、でもやっぱり楽しみながらそれをやることが一番結果的にいい未来にたどり着けるっていうふうに思ってます。自分を幸せにするってことが日本人は苦手なのかな。俺も含めですよ。何回もタイに行って本当に思います。日本人は自分を幸せにするのが苦手な人たちだから、こういうメディスンを使って学べることいっぱいありますよって。全人類ね、必要とは思ってない。必要ない人もいる。でも自分を締め付けて苦しい生きていて辛い、なかなか現実が変わらない、そういう人のオプションとしてこのメディスンを一回はね、ペヨーテに限らずだけどね、一回は試してみる価値があるんじゃないかなって思います。僕はそう思います。引き続きレポートしていきます。今のは宇宙語って俺勝手に言ってて、宇宙語で歌ってたんですけど、宇宙語って何かって言ったら右脳の言語なんですよね。要は普段左脳でばっかりコミュニケーション取ってるでしょ。で人間って
左脳でだけで生きるように作られてないから、右脳もちゃんと使っていかないとすごいストレスなんですよ。それがいろんな病気の元になってしまう。左脳に偏ることでうつ病の原因になったりすると俺は思ってるし、だからこの宇宙語って何やってるかっていうと、言葉なんだけど一切左脳を使わないって、マシナマシトルドマイケンの人、これも適当に口の動き、フローで音で遊んでる。何か喋ろうとか全くそういうこと考えてないんですよ。ただこう口が動くままにオートでこのフローに身を委ねて、結構歌うのは大事なことだと思ってて、これはまあ俺はねミュージシャンで、ミュージシャンだから歌ってんでしょっていうね。音楽とか歌っていうのは本来ミュージシャンとかアーティストのためだけのものではなくて、これ人から聞いた話で本当そうだなって思ったのが、自分の声が一番自分を癒すことができるんだってってで、自分の声で歌うだけで自分をめちゃくちゃ深くから癒すことができるし、もう俺結構 ADHD が強い思考でギューンってなってすごいストレスなのに、もう考えたくないのに止まんねえっていう風になった時に、この歌うと口ずさむとこれは別に宇宙語が恥ずかしかったら別にハミングでも何でもいいし、好きなアーティストの歌を歌うでもいいしね、シャーマンリオの曲を口ずさむでもいいし、何でもいいけどとにかく歌を歌うととっても良いことがありますよっていう。ストレスも癒せますし、左脳も止まりますし、気持ちよく生きられますよっていう。引き続きレポートしていきます。はい、今ね1時間20分ぐらい経って、すごい気持ちいい状態が続いてるんだけど、この改めてこのねペヨテを見てたら本当にね、寝っ転がって見てたら本当に愛おしくて本当に愛おしくてこのプチュッとしたこの赤ちゃんのお尻みたいなこのボディにこの毛がぴょこぴょこ生えてて、よく見たらちょっとね種をね吹いてて、これ食べてこれだけ気持ちよくなってるって今のこの俺の状態含めてもう本当に感謝。サボテンという生き物への敬意と愛おしさと大好きだよって、ね、二酸化炭素をさ吸って酸素出すんだよ植物って。俺らは酸素をさ消費して二酸化炭素を出すけどさ、めっちゃ陰と陽じゃん。どうする？だって植物地球上からなくなったら俺ら死滅するんだよ。そんな植物に敬意を忘れすぎたんじゃない？現代人は。俺はもともと子供の頃から植物とか自然とか昆虫とか大好きやったけど、やっぱこれサイケやりだすと植物すげえみたいな風になる人って多くて、それってなんか本来持っている人間と植物のつながりが目覚めてくるから、なんか植物すげえみたいになるんじゃないかなと思って。このやっぱサイケだもん植物とか見てて、この後ろのさモンステラいるじゃん後ろに。うわハサミで切ったような、人工的にも見えるけどこれは自然が作ってて、植物への愛が止まりません。うわーすげえうわーすげえ、これずっと見ちゃう。うわーバレリーナだね、表現者だよ。こいつは何も人間の芸術家と違ってね、こいつはただ生きてるだけなのね。キャンパスもないしギターも持ってないしステージもないけど、もうただこうして泳ぐことが、止まった、表現してる表現してるすげえ。はい、今4時間ぐらい経って、だいぶ抜けてきたなって感じですね。さっきこのベタ水槽の魚取ってたぐらいが結構ピークで、そっから2時間3時間とぐーっと徐々にこうグラウンディングしてきて、今だいぶ帰ってきたかなっていう感じですね。最後に、完全シラフに戻ってからまたレポートを振り返りたいと思います。
はい、ということで、あれからまあ24時間以上経ちまして、完全に今シラフな状態なので、改めてね、このトリップ、今回のトリップがどういうものだったかっていうのを振り返ってみようと思います。まあ、毎回言ってますけど、この客観的にトリップのね、この飛びを数値化すっていうのは本当難しくて、どれくらいの量をどういうセッティングで食べたかにもよって効きは変わってくるんですけど、まあ、だからイコールペヨーテの効きはこれじゃないってこと。ペヨーテってのはまあ個体差も当然植物だからね、何がどれくらい含まれてるかそれぞれ違うので、あとまあどういう体格とか体重とか胃袋のね胃でどれだけ吸収するかっても個人差があるから一概には言えないですけど、あくまで今回の量 6g ぐらい取ったんですけど 6g ぐらい取ってセッティングで今回はそういう感じでしたっていうのをまとめていきたいと思います。で先に言っておくと、イメージとしては俺はサンペドロよりもペヨーテの方が強いものっていう風なイメージがあったんですけど、実際にやってみてあれなんかすげえマイルドだなっていう、もっとこう幾何学模様とか、ウイチョール族ってすごいサイケデリックな模様をいっぱいこうね作ってる民族なんですけど、そういうものが意外と見えなかったのがちょっとびっくりで、まあ量とか個体差もあったのかもしれないんですけど、はい、サンペドロの方が俺的には強かったなっていう、まあもっと量いったら変わるのかもしれないですけど、サンペドロに非常に似たトリップだったってことを初めに言っておきます。サンペドロの弱い版っていう今回はそんな感じでした。でまず視覚に関して言うと、これがねペヨーテのイメージってもっとサイケデリックなイメージだったんですけど、視覚に関してはまあ正直 3.5 ぐらいですかね。物の見え方がまあちょっと良くなるかなってぐらいで、いわゆる LSD 的な曲がって見えるとかまぶたを閉じて幾何学模様、ビジョンが見えたりするってのはありませんでした。聴覚に関してはこれは確かにあります。これ5にしときましょう。音が入ってきてわー気持ちいい、脳に音が響いてる、振動が脳まで伝わってくるみたいな感覚はありました。で思考は結構作用したかな。思考はまあ 5.5。 やっぱ思考にっていうか、これハート、オープンハートにめちゃくちゃなって、ハートが開いた状態でこういろいろすごい素の自分が出てるっていう感じがしたから、はい、思考はまあ 5.5 にしておきます。マンチに関して言うと、そうっすね、まあサボテンの時サボテン吐き気があったんでもう食えないみたいな状態だったから、まあ、マンチゼロなんですけど、まあ、それと比べたら今回そこまで吐き気も強くはなかったんで、まあ、マンチにでもマンチとかは全くなかったってことで、まあそうっすね、まあ2ぐらいにしときましょうかね。であと体幹に関して言うと体幹も結構あって、ガーってこう体が力が抜けるみたいな感覚があったんで、体幹5、強いリラックス感とあと多幸感ですよね。それは確かにあったんで、まあ、体幹は5ぐらいにしておきますかね。で時間はだいたい 3,4 時間ぐらいだったんで、まあはい、今回時間も4にしておきましょうっていう感じでね、今回ねペヨーって食べてみた、はい、こんな感じでした。まあ次回もしやるとしたらもうちょっと量を増やしたり、自然の中だったりねセッティングを変えてやっていこうと思います。はい、改めてねこんな感じでまだまだね試してないサイケデリックスいっぱいあって、合法的にね日本で発表できるものでたくさんあるので、これからそういうものをどんどん試して、改めてやっぱりこう日本がどんどん抑圧が厳しくなっていってるのを感じるからこそ、もっと俺も活動のギアを上げて俺にできることを精一杯全うしたいなっていう気持ちになっているんで、今後とも皆さんぜひ応援よろしくお願いします。高評価やコメントいただいたらばアルゴリズムですね反映されやすくなって、いろんな人に伝わりやすくなるので、ぜひいいなって思った方高評価と、あとなんか思ったことがあった方コメント感想でね何でもいいんでコメント欄に残してもらえたらとっても嬉しいです。サイケデリックスについてバンバン日本でここまでやってるチャンネルないよこれだけって感じで発信していくんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。公式 LINE 登録いただいた方には公式 LINE 登録することでしか見れない限定動画、サイケデリックスで人生を変えるっていうタイトルの動画を限定でプレゼントしてますので、興味ある方はぜひ概要欄から公式 LINE 登録してもらえたらうれぴよでございます。ということで最後にビッグラブをね恒例のものをお送りして終わりたいと思います。画面の向こう側の皆さんの日常が苦しかったり悲しかったりいろんなねことあると思うんですけど、それでも陰と陽の作用ね、陰が極まったら絶対陽に極まるっていう自然界の法則を信じて、自分が信じれなくても自然界ここにあるものを信じてください。ここに流れているこのビッグラブこの気をエネルギーを信じてということで感じてまずは感じることから始めてください。それでは送りますよ。ビッグラブ
はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。Baby, kiss me